皆さんこんにちは、アンリです。今日はイーロン・マスク率いるスペース X が AI 企業 XAI を吸収統合し、評価額1.75兆ドル、日本円でおよそ163兆円という史上最大級の IPO を米ナスダック市場で目指している件を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。ロケットを打ち上げる宇宙企業スペース X が AI スタートアップである XAI を全株式交換で完全に飲み込み、その合体企業が史上最大の新規株式公開、いわゆる IPO に向けてすでに機密申請を済ませています。目標とする評価額は1.75兆ドル、日本円にしておよそ263兆円。これまでの新規株式公開での最大規模だったサウジアラムコの2019年の評価額1.7兆ドルをわずかに上回る数字です。調達額も750億ドル、日本円で11兆円超を見込み、こちらも単独 IPO としての世界記録を更新する見通し。さらに驚くべきは IPO 後もマスク本人が議決権の 79% をしっかり握り続ける二重議決権株を採用しているという点です。創業者がここまで支配権を残したまま大型上場するのは世界でも極めて異例の構造です。AI 業界の地図、宇宙産業の地図、そして米国株式市場の主役構図そのものが一気に書き換わる瞬間が今訪れています。まずなぜこの統合 IPO がここまで注目されているのか、ざっくり整理しておきます。スペース X はロケットの再使用化と衛星通信スターリンクで世界の宇宙産業をほぼ単独で塗り替えた企業です。直近の評価額はおよそ1億ドル、日本円で150兆円規模に達していました。一方の XAI は2023年にマスクが立ち上げた AI 企業で、グロックという AI モデルと X、つまり旧 Twitter の巨大なリアルタイムデータを使って急速に時価総額を膨らませてきた会社です。 XAI 単独での評価額は2500億ドル、日本円で37兆円規模。この両社を一つの企業に統合することで合計1.25兆ドルからスタートしつつ、 AI 事業の成長期待を上乗せする形で最終的に1.75兆ドルというとんでもない数字を IPO 評価額として目指す構造になります。簡単に言えば、宇宙最強の会社と世界トップクラスの AI 会社を丸ごと一社にまとめて上場させる作戦です。ここで4月1日に伝わった機密 IPO 申請の中身についてもう少し詳しく見ていきます。ゴメ・ブルームバーグや CNBC、米国ニュース誌 US ニュースなどの報道をまとめると、スペース X は2026年4月1日に米証券取引委員会、いわゆる SEC に対し S1 書類の機密版を提出しました。機密申請とは、上場準備を進めながら財務内容を一般公開せずに後から正式版に切り替えられる仕組みです。上場予定市場は米ナスダック、目標は2026年6月の取引開始。調達額は750億ドル、評価額は1.75兆ドル、つまり日本円で263兆円規模。S1 書類の中で特に注目されたのが28.5兆ドルの AI 市場をターゲットにするという一文です。これは AI 関連の経済全体、ロボット、自動運転、AI エージェントまで含めた巨大な市場を自分たちが取りに行くという宣言です。 AI 企業の中でもここまで明示的に AI 市場全体を狙うと書いた会社はほとんどありません。ではなぜマスクは議決権79%をここまで握りに行くのでしょうか。背景にはマスクのこれまでのビジネス哲学があります。マスクはテスラでもスペース X でも外部の物言う株主に経営を引っ張り回されることを徹底的に嫌ってきた経営者です。
今回の IPO でも株式自体は 42% しか保有しないにもかかわらず、二重議決権株を採用することで議決権ベースでは 79% を確保するスキームを組み込みました。日本円換算で時価総額に163兆円規模の会社を創業者一人がほぼ単独で意思決定できるという極めて珍しい構造です。マスク自身は4月以降の X への投稿で XAI スペース X 統合は AI 時代の文明そのもののインフラを作るための一手だとコメントしており、短期的な株主リターンよりも長期的な技術ビジョンを優先する経営姿勢を IPO の段階から制度として固定化したいという意思が透けて見えます。ここで S1 書類で公表された統合企業の財務状況についても見ておきましょう。2025年通期では XAI へのインフラ投資、特にメンフィス周辺の巨大データセンターとスターリンク向け衛星量産が重なり、最終損益は連結ベースで49億4000万ドル、日本円でおよそ7400億円の赤字。一方で売上は186億7000万ドル、およそ2兆8000億円規模に達しています。手元現金は248億ドル、つまり3兆7000億円。総資産は920億ドル、約13兆8000億円。総負債は508億ドル、約7兆600億円です。赤字と数字だけ見ると重そうですが、現金水準は分厚く、負債もそこまで過剰ではありません。むしろメガキャップ AI プラス宇宙企業として長期投資を続けられるバランスシートに整えてから IPO に入ってきたというのが正確な見立てです。次に、この統合 IPO が私たち AI ユーザーや株式投資をしている方にどのような影響を与えるのかも整理しておきましょう。ポイントは3つあります。1つ目は AI モデルの勢力図への影響です。XAI のグロックは X のリアルタイム投稿データを使った今その瞬間の世界を理解する AI として強みを伸ばしてきました。スペース X との統合でインフラ調達が圧倒的に楽になれば、グロックのモデルアップデートがこれまで以上に高頻度で投入される可能性があります。チャット GPT やクロード、ジェミニとの差を一気に詰めに来る勝負の年になりそうです。2つ目は AI 関連株の主役交代です。これまで AI 関連株の絶対王者だった NVIDIA に加えて、スペース XXAI 統合体が上場初日から1.75兆ドル級のメガキャップとして登場します。S&P500、ナスダック100、世界株式インデックス、すべての構成銘柄に大きな影響が出ます。日本の投資家が買っている米国 ETF や投資信託の中身も自動的にこの新しい巨人を含むことになります。3つ目は AI プラス宇宙の融合という新しい産業カテゴリーの誕生です。スターリンクの低軌道衛星を AI 推論ノードとして使う月や火星の探査機に Edge AI を搭載するといった構想が IPO 後は本格的に動き始める可能性があります。 AI が地上のクラウドだけでなく軌道上にも広がっていく未来がいよいよ現実味を帯びてきます。では私たち日本のユーザーはこの1週間どう動けばいいのでしょうか。ポイントは3つあります。1つ目は6月のスペース XXAI 上場をニュースとして必ず追っておくことです。 SBI 証券、楽天証券、マネックス証券などの主要ネット証券では米国株として取引できるようになる予定です。投資をするしないにかかわらず世界最大の AI プラス宇宙企業の上場を見届けることはこれからの10年を理解する上で大きな教材になります。2つ目は今自分がメインで使っている AI アシスタントの構成を見直しておくことです。チャット GPT 一本でやっているなら一度クロード、ジェミニ、グロックも触ってみて比較できる状態を作っておくと安心です。XAI がインフラ強化で攻めてくるとき、グロックの能力が一気に上がる可能性があります。3つ目は AI と社会インフラの結びつきをニュースで意識して追うことです。XAI の IPO は
単に AI 企業の話ではなく、宇宙衛星通信、エネルギー、データセンター、AI エージェントまで含む次の10年の社会インフラの話です。 AI が自分の業務だけでなく、もっと広い世界とどうつながっているかを少しずつ意識する習慣をつけておきましょう。最後にまとめます。スペース X が XAI を完全吸収し、4月1日にナスダックへ機密 IP を申請。目標評価額 1.75 兆ドル、日本円でおよそ263兆円、調達額750億ドルで史上最大級の IPO を6月に予定しています。マスクは議決権 79% を握り続け、 AI 市場に 18.5 兆ドルを正面から取りに行く宣言。私たち日本のユーザーは6月の IPO をウォッチし、 AI アシスタントの使い分けを準備し、 AI と社会インフラの結びつきを意識して AI 時代の主役交代に備える1週間にしていきましょう。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。